今年の目標も物を減らすことです。こんばんは。不動産 OL で整理収納アドバイザーのあきです。今回は新年1回目の捨て活動画です。年末の捨て活で保留ボックスに入れたものをはじめ、年単位で悩んでいたものを手放しました。我ながら頑張った。よかったら最後までご覧ください。まずは年末手放しに悩んで保留ボックスに入れたものをチェックしていきます。こうやって見るとガラクタって感じですね。まずはこちらです。冷蔵庫買った時についてきた卵置きです。一人暮らしでこんなにたくさん卵を買うことがないっていうのと、卵はそのまま箱ごと入れちゃうので使わないかなと思って手放します。次がこちらです。こちらは保存容器で水切りもできるタイプですごく便利だなと思っていたんですが、最近いわきの保存容器買ったらすごく使いやすくて、こちらはもう使わないかなと思って手放すことにしました。またキッチン用品です。IKEA のシリコン蓋です。一番大きいサイズだけ使いたかったんですけど、3個セットでこちらもついてきて何かに使えるかもと思って取っといてたんですが、常用途がないので手放します。次がスタバの保冷バッグです。LT でもらったんですが、形が使いづらいんですよね。出番がないんで手放します。次が防災グッズです。10リットルっていうのが容量が多くて重いっていう風にコメントいただいて、確かにそうだなと思って、今年もうちょっとちっちゃいタイプのをいただいたんですよ、たまたま。なので10リットルのは手放すことにしました。あとはドライフラワーです。これ飲みの市で購入したんですよね。飲みの市楽しかったから手放すのはちょっとなと思ったんですが、結構ボロボロ落ちてゴミが増えるっていうのと、ドライフラワーって風水的にあんまり良くなかったりするので気にはなっていたんですよ。今回手放すことにしました。まだまだあるな。次が帽子です。私帽子好きでよく買っちゃうんですが、似合わない上に冬は出番が本当に少ないんですよね。少ないというかない。冬用の帽子は使わないので手放します。次がこちらです。これ知ってますか？もりもりスリムっていう、ちょっと恥ずかしいんですけど便秘対策のお茶です。私便秘が本当にひどくて一時期よく飲んでいたんですが、これ飲むとね結構お腹を壊すっていうのと、食事改善をいろいろしたところお世話にならずに済むようになってきたので、もう手放すことにしました。次も同じく便秘解消にいいと聞いて購入したものです。ちょっとこちらはなんだか怖くて飲んでいなくて、引き続き飲むことはないだろうと思って手放すことにしました。もったいないけど。次がノベルティでもらったディオールの香水です。嫌いではないけど好きでもないので手放すことにしました。次こちら魔法のテープ、もう色が黄ばんできちゃって劣化してきてるんですよね。なので手放すことにしました。次がこちら、浴室をオキシ漬けするときに排水口にポンってやると密封されて水が溜まるんで便利でいいなと思って買ったんですけど、これじゃなくても他にも代用できるということでこちらを手放すことにしました。あとはこちらです。Apple Watch、すっごい悩んだんですが使いこなせてなくて手放すことにしました。ということで Apple Watch と充電器とベルト、はい、保留ボックスに入っていたものたちです。なんだかんだ結構ありましたね。次に Apple Watch と同じぐらい、それ以上かも、年単位で悩んでいたものを手放すことにしました。それは観葉植物です。観葉植物を手放すのって罪悪感があったりかわいそうに思えて躊躇していたのですが、調べたところ植物も成長するけど私たちも日々変化するので、違和感が出てきたのは相性が悪くなっている証だそうで、人生の転機が訪れているサインでもあるそうです。それに後押しされて手放すことにしました。
生きたままだとどうしても心が苦しいので、枯らしてから手放す方もいるそうで、この数週間はお水をあげませんでした。ちょっとだけ枯れてきちゃったかな。手放し方は土を外して袋に入れて可燃ごみとして出すです。それに伴って土や栄養もいらなくなったので手放します。ついでにリビングの棚の中もチェックします。手放すものはこちらです。ドライフラワーを入れていた紙袋です。ドライフラワー手放すのでこちらも手放します。次にケーブルです。この形のケーブルは使用しないので手放します。筆箱です。色を間違えて購入して買い直したので今2個持ってるんですよね。2個もいらないので手放します。次にマニキュアです。年末これは使おうと思って取っておいたのですが使いそうにないので手放します。次に書類です。年末あんなにチェックしたのにまた出てきました。書類はもらった時にすぐ捨てるか取っておくか判断し、取っておく場合はいつまで取っておく必要があるのかを決めておかないとダメですね。溜まってしまう。次に自分手帳のノートです。今年サイズを変えたのでこちらは手放します。自撮り棒です。使いづらくて手放すことにしました。これ確か高かったんですよね。もったいない。すごいすっきりはしてないけどちょっとだけ綺麗になりました。次にいつも汚いパントリーをチェックします。洋服のタグが出てる。私の悩みの種のパントリー。これいるかなと思いながら手放すか。バンバン捨てるように思われますが、毎回結構悩んでいます。これメルカリに出すものが完全になくなればここもいらなくなるんですけど、この資材とかもっと頑張っていらないものをなくしたいな。まずはこれ、長いこと悩んでいる電動のドライバー。思ったよりいろいろ出てきた。この3つがあればなんとかなる気がする。自分で組み立てることはないと思うんでこれは手放します。自分で組み立てると必ず歪んじゃって使えなくなるので組み立てサービスを利用することにしています。これはわかんない部品だ。これびっくり。昔使ってたカメラの充電器だ。これだけ残してた。なんでだろう、びっくり。で次がこれ、ボトルの茶こし用なんですけど、私茶葉を使うことがほぼないんで一度も使ってなくて手放しちゃいます。ここにあったドライバーがなくなったのと、この奥にあった茶こしがなくなっただけなんであんまり変わってないですが、少しずつなくしていくことが大事だと思う。最後にクローゼットです。どうしても欲しいバッグがあるのですが収納に入りきらないのでバッグをチェックしていきます。我が家のバッグです。1箇所開けなければならないので出番が少なかったバッグを一旦査定に出してみようと思います。ついでに出番少なめのピアスも一旦査定に出してみる。個人的に一旦査定に出すのって物を減らすのに効果的だと思っています。手元になくなった時どういう気持ちになるのか、いざとなったらどのくらいで売却できるかが把握することができます。私の場合は手元からなくなった時執着が手放せ、すがすがしい気持ちになることが多く、そのまま手放せることも多いです。たまに不要になったものはどうやって手放してますかと聞かれるんですが、ブランド物はブランディアに出すことが多いです。査定に出すのは無料なので、ブランド物ちょっと使ってないものがあるんだよねって方は出してみるのもありだと思います。ついでにどうしようかなと思ってるコートも入れて、ついでにどうしようかなと思ってるスーツも入れてみます。スーツ黒が欲しいんだよな。はい、こちらが今回手放すもののすべてです。年末あんなに生活頑張ったのにまだ捨てるものがありました。
こうやって見るとガラクタって感じのものが多いですね。あと物ではないですが、大きいことを2つ手放しました。1つ目がモヤモヤする人間関係です。今年は帰省することを手放しました。年1回ぐらいは親に会わないと親不孝かなとか、一人で寂しいかなとか気を使って無理して帰省していたのですが、会うと毎回モヤモヤするので今年はやめました。また長く通っていた習い事みたいなのがあったのですが、最近先生と話すとモヤモヤするのでそちらもやめました。惰性で通っているところもあったので踏ん切りがついてよかったです。心の平穏が訪れました。時間は有限なので自分の身になることに時間とお金を使おうと思います。今回の生活は以上でした。物だけではなくことも手放して清々しい気持ちで新年のスタートを切ることができました。物に関してはまだ減らせる気がするんですよね。引き続き生活についても発信していくので、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。